We'll proceeding that, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Clear, Mayday, 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 Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. 2020年5月22日、パキスタンのラホールから同じくパキスタンのカラチ、ジンナー空港へ向かっていたパキスタン国際航空8303便がジンナー空港への着陸やり直しを行っていた際、滑走路から数キロ離れた住宅地に墜落しました。この事故の翌日に、事故直前の事故機と管制官のやり取りに日本語字幕をつけたものをお送りしましたが、事故から1ヶ月ほど経ち、事故調査委員会から予備報告書が公表されましたので、その内容を解説します。本動画は公式もしくは信頼できる情報をもとに制作していますが、誤りがございましたらコメントにてお知らせいただけますと幸いです。また、使用している映像や画像は事故機とは異なるものが含まれています。2020年5月22日13時5分、パキスタン国際航空8303便がパキスタンのラホールにあるアラマイクボール国際空港を離陸しました。この便はパキスタンのラホールから同じパキスタンのカラチにあるジンナー国際空港へ向かう定期旅客便で、使用機材はエアバス A320 の214型機。事故当日は機長1名、副操縦士1名、客室乗務員6名と乗客91名の合計99名が搭乗していました。離陸後は順調に飛行し、離陸から1時間半後の14時35分、ジンナー空港の滑走路25レフトに着陸しましたが、この時着陸装置が格納されており、両エンジンが滑走路に接触。エンジンと滑走路を損傷しつつ、パイロットは着陸のやり直しを開始しました。その4分後、着陸をやり直していた8303便は両方のエンジンが故障したとして非常事態を宣言。直後に降下を始め、滑走路25レフトから約 1.5 キロ離れた住宅街へ墜落。墜落直後から火災が発生し、乗員乗客99名のうち97名と地上にいた1名が亡くなる大惨事となりました。冒頭の無線の記録を改めて聞いてみましょう。We'll proceeding that, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Clear, Mayday, 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 Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. この内容は改めて着陸のやり直しをしているところで、パイロットはエンジンの推力がないことを宣言しています。最初の着陸時にエンジンが滑走路に衝突しており、激しい火花というよりもはや火そのものが発生しているように見えます。後の調査で滑走路も大きく傷ついていることが確認されました。事故現場から回収されたエンジンからは両エンジンとも外部から火災が起こっていましたが、この時に火がついた可能性が考えられます。また両エンジンともファンブレードが比較的きれいに残っていたことから、墜落直前は回転数が低かったことが推察され、推力を生み出していなかったと考えられます。そしてラムエアータービンが展開されていました。ラムエアータービンは風車の形をして、完全に電力が失われた時に機体の外へ展開され、風で発電し最低限の電力を供給する装置です。事故直前はエンジンが停止しており、さらに APU 補助電源も使用されていなかったため、ラムエアータービンが展開されたと考えられます。そして事故機からどういう操縦をしていたか、どういう状況だったかをデータで記録している FDR フライトデータレコーダーとコックピットの会話を録音した CVR コックピットボイスレコーダーが回収され、解析が進められた結果、いくつか浮かび上がった事実があります。まず、出発地のラホールから目的地のカラチまで全てにおいて天候に問題はありませんでした。
しかし飛行中は標準的なコールアウトを行わず、また飛行中のほとんどで機長と副操縦士はそれぞれ適切な役割を果たしていませんでした。通常の運航では問題にならなかったのかもしれませんが、事故などが起こった場合に役割分担を適切に行うことは事態の悪化を防ぐためには重要です。コックピットボイスレコーダーや ATC とのやり取りの詳細が発表されていないので、調査委員会が何をもって判断したのかは現時点では不明ですが、事故調査報告書で CRM クルーリソースマネージメントが見られなかった。つまり機長と副操縦士は適切な役割分担ができておらず、パイロット同士や管制官との連携が効率よく行われていない状況が飛行中のほとんどだったと報告書は指摘しています。そして8303便は運命の着陸に向けて飛行を続けます。カラチへの最初の着陸侵入時は規定の高度よりも高く、速度も速い状態でした。こちらはフライトデータレコーダーの記録を元にしたグラフで、横軸が滑走路からの距離を示し、縦軸がその地点での高度と速度、フラップの角度を示すものです。滑走路から16マイルの位置に MAKLI マクリと読むのでしょうか。通過ポイントがあります。この通過ポイントを滑走路から規定の3度のパスで通過しようとすると、その高度は5000フィートほどになります。この時点で8303便は約2倍の9500フィートを飛行していました。さらにこの時の速度は245ノットでした。おおよそアプローチ中は220ノット前後、そこから速度を下げていき、状況によって変わりますが、滑走路の端に達した時、130から150ノット程度まで減速します。この時、パイロットはより降下をするため、オートパイロットをオフにして、スピードブレーキをオンにしました。高度が高い場合は通常よりも降下をすれば規定のパスに到達しやすくなりますが、当然ながら速度が高くなる傾向にあります。そのため着陸にあたっては速度が高くならないように注意が必要です。この時点で8303便は高度がかなり高く、かつ速度も高い状況で、規定のパスに速度も含めて適切に達するのは厳しい状況でした。そしてほとんど減速できずに滑走路から10マイルの位置で着陸装置が展開されました。着陸装置は通常速度が160ノット程度で展開されますが、それよりも50ノット以上も高い速度で展開されました。より降下をするため空気抵抗を増やすことを目的として展開した可能性がありますが、破損の可能性が高まり危険でもあります。ただ事故後に回収された着陸装置からは異常があった形跡は見つかりませんでした。この時管制官は降下に十分な距離がないとの懸念を持ち始め、降下する距離を稼ぐために360度旋回することが可能であると伝えましたが、8303便は旋回をせずにさらに降下率を高くすることで規定のパスに到達しようとしていました。その後管制官は高度が高すぎるという指摘を1回、高度が高すぎることとアプローチの中止を促す指摘を2回しましたが、8303便はそのまま着陸を続行しました。滑走路から5マイル、高度が1700フィートの位置で規定のパスに到達しましたが、この時着陸装置を格納しスピードブレーキを解除しました。このため機体の警告システムは着陸ではなく通常の飛行へ移行したと判断し、地上接近と速度超過の警告が作動しました。一方管制官は着陸装置が展開されているかを確認しないまま着陸許可を出しました。滑走路から1マイルの時点で高度500フィートは適切な高度でしたが、着陸装置が格納されており速度は220ノットでした。この時引き続き速度超過と地上への接近警告が作動しており、さらに着陸装置が展開されていないとの警告も作動していました。しかしこれらの警告に対しパイロットは無視をし続けました。
通常着陸は150ノット以下まで減速しますが、8303便は200ノット以上の高速で、かつ着陸装置が格納されている状態で設置しました。さらに設置後、逆噴射を行い、ブレーキもかけていました。しかしパイロットは滑走路内で止まることが不可能と判断したのか、着陸の中止を決め、上昇に向けた操作を始めました。この時なぜか着陸装置のレバーが展開位置に移動し、すぐに格納位置に戻されました。一方、この様子を管制塔の管制官は見ていましたが、滑走路で起こったエンジンの損傷について8303便へ伝えませんでした。そして着陸をやり直すにあたって管制を引き継いだ管制官も滑走路での異常な状況を伝えませんでした。一旦上昇した8303便でしたが、着陸やり直しの直後に両エンジンが故障し、降下が始まりました。そして両エンジンの推力がなくなったとの緊急事態を宣言し、滑走路へ向かいましたが、途中の住宅街へ墜落しました。数々の警告を無視したパイロットたち。パッと思いつく可能性として、警告を軽視する性格、もしくはそういう会社の風土だった可能性や、そもそも警告の意味が分かっていなかった可能性、あるいは整備が甘く、普段から警告が誤作動を起こし、パイロットが警告に慣れてしまい気にしなかった可能性も考えられます。今回の事故調査報告書には載っていませんでしたが、飛行中パイロットは雑談をしており、操縦に集中していなかったことや、パキスタンのパイロットの3分の1が替え玉受験などで不正に免許を取得していた疑いがあるなど、とんでもない報道も出ています。今後は FDR や CVR のさらなる分析、パキスタン国際航空の整備記録やパイロットの記録の分析が進められる見込みですが、パキスタンの航空業界全体を巻き込んだ大きな騒動になる様相を呈してきました。パキスタン国際航空8303便の墜落事故、いかがだったでしょうか。最終報告書が公表されましたら、改めて解説したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。